こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日は8月の7日ですね、第452回のゼミになります。もう本当にね、暑かったりですね、急になんか雨がざんざん降ったり、なかなかとんでもない天気ですけども、どうでしょうか。ちょっとね、今のうちに言っとかなきゃいけないんですけども、来週はですね、生配信のゼミお休みになります。年間4回ですね、取らせていただいているお休みの3回目ですね、夏休みになりますのでですね、でこんな感じのスケジュールにしようと思います。今週来週の配信予定ということですね、明日はですねセカンドチャンネル、これまだあります。明日セカンドチャンネルありましてですね、で10日水曜日がですねアップグレードで AI が人類を支配するという第242回やって、で8月12日金曜日、これラピュタのですね金曜ロードショーの放送に合わせて限定会場ですね、限定会場ですね、天空の城ラピュタのですね、第212回をですね限定まで全部語ります。でで8月14日来週はですねアップグレードで原作版風の谷のナウシカを配信します。で8月15日はですねこのセカンドがお休みになってですね、でその代わり切り出しガンダムのソロモン攻略戦のですね第4回やります。で8月17日はですねアップグレードですね、シュナの旅をやってですね、8月19日隣のトトロ、またこれ金曜ロードショー合わせてですね、今月も本当に限定会場3本もやるんですけどやってですね、で再来週です8月21日がですねようやっと次のゼミですね人生相談をやろうと思います。こんな感じでですね今週来週の流れっていうのが できてますんですね。割と限定公開もですね2つもやるので、見ていただくものは多いと思います。金曜ロードショーがですね、天空の城ラピュタをですね8月12日にやって、で19日に隣のトトロやって、ね、26日に耳をすませばやるんですけども、ラピュタ1986年、トトロ88年、耳すま95年というですね、ジブリの激動の時代が良くも悪くも分かるラインナップだと思います。なので、岡田斗司夫ゼミもですねちょっとジブリ特集8月することにしましてですね、今日がですね2022年夏のジブリを語るということですけど、ほぼ耳をすませばの話をします。で、さっき話したようにですね限定会場をですね、2本やって、ナウシカ、シュナの旅、トトロで8月のですねさらに後半ではトトロと ET の回をアップグレードして、こんな感じでですね耳をすませばの切り出しをやっていこうと思います。で今日のですね無料はですね耳をすませばの主題歌カントリーロードのですね謎についてちょっと語ろうと思います。30分ではあんまり収まらないかもわかんないんですけどもですね楽しく話そうと思いますいやなんかね長くなっちゃいそうな予感がするんですけども、耳をすませばって映画の冒頭がですねいきなり歌から始まるんですよ。で今コメントでジョン・デンバーのって聞かれたんです。そうなんですね。ジョン・デンバーという人が1971年に発表した歌なんですけども、実際のですね映画に使われているのは73年版のオリビア・ニュートン・ジョンバージョンなんですけども、じゃあいきましょうか。よいしょ、もういきなりね本編に入っちゃいますけどもですね、耳をすませばのオープニングっていきなり夜景ですね。東京の郊外の町、成績桜ヶ丘と言われてますけど、そこが映ってですね、で女性のコーラスでですね「Country Roads Take Me Home」っていうのがポーンとかかってですね、でカメラが下の方へずっとパンダウンしていくと川が流れて橋がかかってて、その橋をですね電車が通っていくとですね「ウェストバージニアマウンティママ Take Me Home Country Road」っていう歌が流れる。このですね「カントリーロード」という歌はですねジョン・デンバーっていうですねアメリカでですね有名なですねカントリーミュージックのカントリーミュージックだけじゃないな、ポップスのですね巨匠みたいな人がいるんですけど、その人がですねちょっと人生に迷ってた頃ですねワシントン DC にあるですねちっちゃいライブハウスクラブでですねダノフ夫妻と会ったんですね。正確に言うと男女ユニットコンビで、その時はまだ結婚してなくて婚約状態で、お金がないから婚約できないっていうふうに言ったんですけど、後にこのカントリーロードで得たですね莫大な収益で結婚します。ダノフ夫妻であって、で
ジョン・デンバーその日はですね親指怪我してたんでライブ活動できなかったと。でダノフ夫妻の家にですね、転がり込んで一晩楽しくこうなんだろうな打ち上げというかですね酒飲んでたら、そこでダノフ夫妻がいやなんか今考えてる曲があるんだけどちょっと聞いてみてくれるって言って聞かせると、それかっこいいじゃんか、じゃあこうアレンジしたらこういうふうにしたらとジョン・デンバーも混じって3人がかりでなんかわずか一晩ででっち上げた歌がカントリーロードなんですね。でジョン・デンバーの曲として1971年に発売されました。たちまち大ヒットです。で、ですね、耳をすませばで使われているのはこの挿入歌カントリーロードでオリビア・ニュートン・ジョンって書いてありますね。オリビア・ニュートン・ジョンが1973年に歌った、2年後ですね、発売から2年後オリジナルが出て2年後に歌ったカバーバージョンなんですよ。でオリビア・ニュートン・ジョンという歌手もですね、ポップスで一時すごい有名だったんですけど73年ぐらいですねちょっと人気が低迷することもないんですけども、他にお前バリエーションないのかというふうに言われてですね、でオリビア・ニュートン・ジョンが「いや私カントリーも歌いますよ」というふうなことで入れたんですね、自分のアルバムの中にカバーで。で当時はオリビア・ニュートン・ジョンカントリー歌うのっていうふうに言われたんですけども、自分用にかなりアレンジした歌になってるんですよ。でそれがこの耳をすませばで使われたんですけど、どのようなアレンジかっていうとジョン・デンバーの原曲っていうのはバンジョーかギターかなんかそういうストリングスからこう入ってきてなんかこう「Almost Heaven West Virginia」っていうふうにですねA メロから入ってるんです。ところがオリビア・ニュートン・ジョンバージョンはですね女性コーラス、それも割と人数の多い女性コーラスで「Country Road Take Me Home」っていうですね大合唱から始まってですね、これが派手でかっこいいんですよね。なので耳をすませばこのオリビア・ニュートン・ジョンの派手でかっこいいバージョンですよね。派手で使いやすかったからこれ使ったのかは分かんないですけども。で歌がですね字がちっちゃいからいちいち読まなくてもいいんですけども、正確なタイトルは「Take Me Home Country Road」っていう歌ですね。そうですね、なんかカントリーロード一番有名な部分が「カントリーロード Take Me Home to the Place I Belong West Virginia Mountain Mama Take Me Home Country Road」というここがサビなんですけど、翻訳したらふるさとへの道僕を連れてってくれと、僕がいるべきであるあの場所へウェストバージニアの母なる山マウンティンママですね連れて行ってカントリーロードっていうそういう歌なんですけども、歌い出しがですね耳をすませまでも出てくるんですけど「Almost Heaven West Virginia」と「ウェストバージニアはもう天国なんだよ」っていう自慢から始まるんですけども、ところがですねこれ曲を使ったダノフ夫妻もジョン・デンバーもですね実はウェストバージニアに行ったことがなかったと、行ったことがないのに歌作ったからですねなんか田舎ならどこでもよかったんだと思うんですけども、例えば「ブルーリージマウンテンシェナンドリバー」とブルーリージ山脈にシェナンド川って言うんですけども、ブルーリージ山脈ですねウエストバージニアにはないんですよ。でないどころか見えもしないと。で後にですねジョン・デンバーが調べたところによるとですねウエストバージニアのなんかこう東の端っこかな西の端っこかなとりあえず端っこまで行くとかすかに向こうの方にブルーリッジ山脈見えるそうなのでほっとしたと。でシェナンドリバーに至ってはですね長い川なんですけどウエストバージニアを通ってないんですよね。でこれも散々調べたらですね地図上ではウエストバージニアの端っこをちょっとだけかすってるので50メートルぐらいの区間かすってるんですね。でそこにですねまたジョン・デンバーが安心したというような逸話があるんですけども、これぐらいですねなんか自分たちが行ったこともないような土地を素晴らしいところだよというふうに歌にして大ヒットして、で今ではウエストバージニアの人がこれ大好きというふうになってるんですけど、ここら辺のエピソードはですねローガン・ラッキーという映画では語られてるんですよね。クライマックスでこの曲流れるとちょっと涙出るぐらいかっこいいのでぜひ見てください。Amazon プライムに入ってます。で飛んでイスタンブールでもですねイスタンブールに砂漠ないのにあんな歌歌ってるからもう同じようなものだと思うんですけども、でAlmost Heaven West Virginia Blue Ridge Mountain Shenandoah River で、Life is older than the trees younger than the mountains growing like a breeze、 ここら辺はまだねウエストバージニアを褒めてるんですよ。昔から言い伝えられた暮らしっていうのは森の木より深い、でも山よりは新しいと。
我々の暮らしっていうのは。で風が吹き抜けるように私たちはこの暮らしを育んできたという歌ですね。で「Country Roads Take Me Home」っていうまたコーラスに入ると。でここからサビに入って「All My Memory All My Memory Gathering Round Heart」僕の思い出といえば「ギャザリングハー」彼女についての物語と。この彼女っていうのは何かというとマウンテンママですね。そのウエストバージニアの山についてなんですけど「マイナーズ・レディ・ストレンジャー・ブルー・ウォーター」っていうふうに言ってます。つまり、マイナーズ・レディマイナーというのは何かというと山の炭鉱夫なんですね。鉱山なんですよ。鉱山で、石炭が取れたんですよ。でそこで山っていうのはウエストバージニアの山っていうのは鉱夫たちの妻であり母のように見守ってくれているようなもんだっていう歌ですね。で「ストレンジャー・ブルー・ウォーター」っていうのはでも青い海を見たことがないと。ウエストバージニアっていうのはね海なし県みたいなもんで海なし州なんでだからウエストバージニアの人々はというようなことでもないんですけどそこでの暮らしっていうのは海を見るようなことがないんだというふうに歌ってるわけですね。ダーク&ダスティペインテッド・オン・ザ・スカイっていうのはその山っていうのはなんかね空も本当にいつも薄暗くなっていてでそこになんだろう、煙ったように書かれたような山だと。つまり、薄暗く喫立しているような山だというふうに言ってるんですよね。で「ミスティ・テイスト・ザ・ムーンシャイン」薄っぺらな密造酒のミスティっていうのはちょっと、ミスティテイストっていうのは薄っぺらな味っていうふうに翻訳するんでしょうけどもムーンシャインっていうのは、アメリカの俗語でですね密造酒のことですね。だからなんか密造酒薄っぺらい味の密造酒を飲むとですね「Tear drops in my eyes」と、目にしみて涙がにじむというんですよ。これねつまりカントリーロードでウェストバージニアっていうふうに言ってるんですけどここまで帰りたい本当は帰りたいはずのウエストバージニアの暮らしが全然素敵じゃないんですよね。ずっとその炭鉱夫の妻のマウンテンママっていうのが、海を見たこともないでそこでの暮らしというのはどんなものかっていうと、密造酒を飲んでそれが目にしみて涙が出るようなもんだというふうに言ってるんですけどでもそこでまたコーラスで「カントリーロードテイクミホーム」っていうからちょっと感動するんですよね。でこの辺がですねその耳をすませばのオープニングで使われてる部分なんですね。ここからここまでが。で本当のサビはここから下なんですよね。なんかこう「I heard」とか言ってるんですけど翻訳だけでやるとですね朝早く彼女の声が聞こえたラジオを聞くとふるさとからどんなに離れてるか分かったと。アメリカのラジオっていうのは地方局ごとにできてるからラジオを聞いたら今自分がどこにいるのか分かると。でワシントン DC のクラブで作った曲だからそのワシントン DC にいる都会にいるみたいな気分なんですね。でそこの都会では政治のニュースとかワシントンの物価高いとかそういうふうなニュースばっかりが流れるとそうすると俺本当はウェストバージニアに生まれたはずなのになんでこんな都会にいるんだろうっていうラジオを聞いて思ったと。で、車を走らせるたらどんどん思い出してきたそうだ昨日にでもふるさとに帰るべきだったんだ昨日にもと。イエスタデイイエスタデイっていうふうに歌うわけですね。でまたコーラスで「カントリーローテイクミーホーム」っていうふうになるんですけどもちなみにちょっと関係ないんですけど昨日ね発見して僕おおって思ったんですけどもジョン・デンバーバージョンとあとオリビア・ニュートンバージョンあといろんな人がカバーしてるバージョンがあって違いがあってジョン・デンバーバージョンだけですね女性コーラスのちょっと一声入ってるんですよね。でウェストバージニア最後「マウンテンママテイクミーホームカントリーロード」ここで終わって「テイクミーホームカントリーロード」の繰り返しが 2,3 回続くんですけどもジョン・デンバーの原曲だけですね「Take me home」で女性が「Now」って言うんですよ。女性のコーラスの人が「Now country road」つまり、私を連れて行ってカントリーロードへっていうのに「さあ今」っていうふうに女性が「Now」っていう一声だけ入れるんですけどこれ何かっていうとですねそのマウンテンママつまり彼女が僕を呼んでいるなんですよ。その彼女が僕を呼んでるその彼女の声が山の声が聞こえるから「Now」っていうの一声だけ入るんですけどもオリビア・ニュートンバージョンにしてもですねその他のアーティストが歌ってるバージョンにしても僕なんか何曲か確認したんですけどこの「Now」を全く入れてないんですよこの部分ですね。ここ本当は「Now」って一声入るはずなのが入ってないのがですねなんかその YouTube で
カントリーロードジョン・デンバーとかですね、カントリーロードオリビア・ニュートン・ジョンって検索すると全部聞けますからですね、YouTube 便利なもんですね。原曲聞いてですね、最後Take Me Home 女性コーラスで Now Country Road ってなってるジョン・デンバーバージョンと、そうなってないオリビア・ニュートン・ジョンの派手な、俺はマシマシで呼んでるんですけどね、なんか女性コーラスいっぱい入れて情感入れすぎなんですよ、オリビア・ニュートン・ジョンは。でも肝心のさあ今っていう Now が入ってないオリビア・ニュートン・ジョンバージョンとちょっと聞き比べてください。これちょっと歌の話延々続いてるんですけども、なんでこの歌の話延々してるのかというと、ここまで話して分かる通り、昨日にでもふるさとに帰るべきだったんだ、僕はこんな都会の暮らしじゃなくて元の暮らしに戻んなきゃいけないというのが原曲なんですけども、ところが耳をすませばのですね中で雫がですね自分で詩を訳してですね、でラストでもフルで流れる歌はですね意味逆なんですよ。意味逆、いわゆるレディゴーがですねありのままのになっちゃうようにですね全く意味が逆になっちゃう。宮崎駿が大体原作をアニメにする時って中身を変えてしまう、言い方が悪く言っちゃうと原作レイプとも言えるような、やり方して、で後になって原作者がですね自分のちゃんと思った通りの、例えばアニメ作りたがったり魔女の宅急便だったら実写映画作りたがったりするというのは有名なんですけども、やっぱ今回も同じなんですよね。翻訳の詩が全然違ってくるんですよ。これが宮崎駿が監修して翻訳したやつなんですけど、カントリーロードこの道ずっと行けばあの街に続いている気がするカントリーロード、あの街でもう違うんですけども、一人ぼっち恐れずに生きようと夢見てた、違うんですよ。でもこの辺の違いはもう中学生とかが翻訳してるから構わないと思うんですけども、ところがなんか最後の方になってきたあの街に続いてる気がするカントリーロード、どんなくじけそうな時だって決して涙は見せない、心なしが歩調が速くなっていく、思い出消すため。そうなんですよ。過去を振り返らない曲なんですね。でカントリーロードこの道ふるさとへ続いても僕は行かないさ行けないカントリーロード、行かないになってるんですよ。もうあえて行かない。でカントリーロード明日はいつもの僕さ、そうなんですよ。一瞬だけふるさとに帰りたいような気がしたんだけども、明日になったらもうそんなことない、いつもの僕に戻る、帰りたい帰れない、さよならカントリーロードになっちゃってるんですけども、本当にね逆なんですよね。で今日本人の多分カントリーロードを知ってると思ってる人がですね思い出すの全部こっちのバージョンになってるんですね。みんな宮崎駿ジブリアニメ、あと耳をすませばの影響力が強すぎるおかげでカントリーロードっていうのを世界中で日本だけが逆の意味の歌に歌ってるんですけども、なんかでもう振り返りはしないという決意の曲になってるんですけど、翻訳実際にしたのは宮崎駿じゃなくて、宮崎駿がどうもうまく決まらない、なんか女の子の言葉にならないって悩んでたら、鈴木敏夫が自分の娘にですね発注してクレジットされたそうなんですけども、これですね、カントリーロードですね、日本語訳詞鈴木まみ子っていうんですけど、現在はですね映画プロデューサーということですね、いわゆるジブリファミリーの一員になっている、もう本当にね、鈴木敏夫さんという人は本当にファミリービジネスが好きな人で、俺はシチリアマフィアの日本版じゃないねえかと思ってるんですけども、これに関してはですねもう押井守さんがですね誰も語らなかったジブリという本でかなりねボロクソに書いてます。なんでこれ自分の娘に発注したのかっていうと、ジブリの公式の書籍とか研究書を見るとすごいきれい事書いてるんだけど、結局あれは何かっていうと、当時思春期の娘が鈴木敏夫とちょっと険悪になってたというか、鈴木敏夫はもう娘大好きだからとにかく機嫌取ってたんだけども、まみこちゃんの方が鈴木敏夫に対してプイっていう態度だったと。だったらもうお前ちょっとこの翻訳やってくれないかって、俺映画で使うからというですね大機嫌取りをやって歌詞訳してもらったっていうふうにですね、はっきりですね押井守さんおっしゃってるんですけども、とにかく宮崎
宮崎が指導した翻訳ではですね、帰りたいけど帰れないさよならカントリーロードなんですけども、原曲では忘れてたんだけど帰るべきだと、自分の根元はここにあるというふうになってる。で、この時のですねやっぱその宮崎駿のですね心理っていうのをやっぱこれ推測したいなと今日は思ったんですね。なんで宮崎駿かと近藤気分じゃなくてっていうかというと、これ宮崎駿が企画してもともとなんでこんな映画を作るんだというのは宮崎駿だけがこの「耳をすませば」という少女漫画をアニメ化することにこだわって脚本も自分で書いてっていうふうにすっごいこだわった作品なんで、僕はある種の宮崎作品だと思うし、あとジブリの教科書っていうですね文藝春秋から出してる公式解説本があるんですけど、その中でもですね鈴木敏夫がですね、この耳をすませばというアニメは宮崎駿抜きで宮崎アニメができるかという実験作だった。そしてその実験は成功したというふうに言ってるんですね。宮崎駿抜きでジブリアニメができるかじゃないんですよ。宮崎駿抜きで宮崎アニメができるかの実験で成功だったと言ってる。それぐらい宮崎駿の影響下にあったので、僕はその宮崎駿が何をしようかというふうに今語ってるわけですね。で、なんでこんなことになったのかっていうと、そもそも宮崎駿がですねこのカントリーロードに至るまでの道なんですけども、宮崎年表その1不遇な時代から評価へって書いてるんですけども、風の谷のナウシカが公開されました。この時にですね43歳です。で、一応ねそれまでずっとですねアニメ何を作っても評価されなかったのがですねナウシカから評価が始まったんですね。で個人事務所2馬力設立、この時43歳です。だからそれまでですねルパン三世カリオストの城とかでですね、興行が不入りだった結果、アニメ業界から干されてたとまで本人が言ってるんですけど、という状態からですねようやっと評価が始まった。で自分とですね高畑さん2人の個人事務所2馬力2人分だから2馬力なんですね作ったんですね。で株式会社ジブリ設立して「ラピュタ」を公開した。この時45歳。しかしですねこのナウシカで儲かった金を自分一人のものにするわけにはいかない。そうだパクさん高畑さんとあなたが作りたがっていた実写映画「堀割物語」というののプロデューサー俺をやるよと言って出資したら、あっという間に高畑さんがそのお金を全て使い尽くしてしまったんですよね。で困ったということでですね「蛍の墓」の企画が立ち上がって。で蛍の墓がですね新潮社が金出すんだったらじゃあ徳間も金出すよということで「隣のトトロ」が同時公開になった47歳。ここら辺がですねその宮崎駿の不遇から評価への時代なんですよ。ところがですねこの時に宮崎駿が言ってたのが、もう自分には作るものがないっていうふうに言い出したんですね。つまり三角形の完成って本に言ってたんですけども、三角形って何かというとナウシカ作ってラピュタ作ってトトロ作ったと。つまりナウシカっていう前々からやりたかったファンタジーでちょっとゲド戦記っぽいことをできた。ラピュタっていう空想科学で少年の冒険の物語ができた。で隣のトトロで日本を舞台にした幼い女の子が主人公の話ができちゃったと。そうなると昔からあれやりたいこれやりたいと思ったのが全部できてしまったと。三角形の完成です。じゃあもう自分にはもう何もないっていうふうに思い出したんです。でそこからですね、宮崎年表その2ですね瞑想始まるなんです。これね瞑想なんですよ。結構ね名作が生まれた時代なんですけど本人的には瞑想なんですね。魔女の宅急便作ったと。この時にですね48歳です。でその後ですねアニメーターを社員化します。で、思い出ポロポロですね高畑さんが作ってまたもや大赤字を出します。で、それに対して自分はですね宮崎駿はですね「紅の豚」というですねこれ作ります。51歳。双方ともにこれ自分の青春期のいわゆる総決算の作品なんですね。つまり高畑勲は、東京大学のですねフランス文学科ですね、つまり何でしょうね理屈の立つ弁の立つやつばっかりが集まって、で高畑さんの時代っていうのは学校行っても勉強するんじゃなくて革命思想を学んで社会運動をして、そして大衆を労働者をですね先導するアジテーターになって日本を革命家に持っていかなければならないとマジで東大生が思っていた時代なんでですね、その、人がですね思い出ポロポロというですね、なんだろうな都会で OL やっていた女の人がですねちょっと田舎帰って自分を見つめ直してで農業にですねやってみようかなと思うという話ですね。つまり
遅くなったんだけども高畑さんなりの自分の若い頃にやってた社会運動のけりのつけ方をやると。それに対して宮崎駿の「紅の豚」っていうのはその革命思想に酔いしれて戦いと東映動画のですね労働争議とかにも参加したんですけどもですね、その戦いの中で自分は結局何になったのかっていうと、なんかその戦いの仲間たちを裏切って、つまり一緒に戦っていた第一次大戦のパイロットがみんな空賊になったりしてると、その空賊をハとする賞金稼ぎになってしまった自分がいると。でもそれは空賊になったやつらというのは革命思想をもう失ってしまってるんだと。自分はたった一人紅の豚、つまり赤色思想ですね、マルクス主義っていうのを心に秘めてみんなから豚と罵られる男になっても生きるぜっていうようなアニメを作るんです。2人ともなんか青春の落とし前をここでつけるんですけども、本当に変人ですよね、こんなのをアニメで作るっていうのはですね。ここら辺はそれぞれの僕の解説を見てください。でこの後やっぱ本人的に大きいのがナウシカの連載が終わるんですよ。風の谷のナウシカの漫画版の連載が終わって、なんかそのアニメ版のナウシカの時はエコロジー思想だとか自然に帰れみたいな思想を持ってると言われている宮崎駿が決してそうじゃないっていうふうなことを出した時代ですね。でその後にですね平成たぬき合戦ポンポコ高田さんが作ってまた大赤字を出すと。でその、なんだろうな、ポンポコでですね、なんか試写会で宮崎駿を泣くことになるんですけど、後で説明しますね。でなんでこの後耳をすませばになります。でなんで耳をすませばが生まれたのかっていうと、魔女宅、そもそも魔女宅は新しいジブリを作ろうと思ったんですね。つまりさっき話した三角形、やりたいことを全部やったから、こっから先自分はもう40代後半だから後輩を育てなきゃダメだと、俺がと前へ出てはいけないっていうふうに思って、だから俺はプロデュースという後ろに下がって企画と脚本ぐらいはやる、企画脚本やるんでもう若手には任せてないんですけども、そういうふうに言ってたんですけども、もう魔女宅でもですね言ってたんですけど、結局魔女宅もですね自分で一から作っちゃったと。でその時にですね、その魔女宅の女の子も最初はわがままばっかり言っていてダメな女の子で、これまでの宮崎キャラみたいなけなげな女の子じゃないというふうに言ってたんですけども、もうなんかなんだろうな、キキがですね街に行ったらですね、一泊寝たら次の日からなんかやることを探してるとやる気のある女の子になっちゃったんで、アニメーターの高坂喜太郎さんはですね宮崎さんにですね面と向かって「結局同じですね」っていうふうに言って、宮崎さんが激怒したと。激怒したけど言い返せないから外に出てタバコを吸ったそうなんですけどもう図星なんですよね。何か違うことをやらなきゃいけない、若い者を育てなきゃいけない、いつもと違うことをするって言ってるんですけども、同じことをやっちゃったんですね。でその後思い出ポロポロのその高畑さんの青春の決算に正直言って今更感を感じてしまったわけですね。これはもう思い出ポロポロとあと紅の豚あたりのですね宮崎駿さんの発言を見れば分かるんですけれども、この頃ですねちょうどコミックボックスっていうですね、もう今はないのかな、左翼系の漫画情報誌があったんですよ。でこの左翼系の情報誌のですね編集長が、宮崎駿さんとすごい仲が良くて、鈴木敏夫の目を盗んで宮崎駿に深夜にインタビューに来るんですね。でその時に宮崎さんがですね、公式のジブリ資料ではですね言えないようなことをボロボロ言うと。でおまけにですね、この当時のスタジオジブリは脇が甘くて、脇が甘いというのは何かというと、外に出る情報を鈴木敏夫があんまりチェックしないんですね。いわゆるジブリ公式っていう人たちがいない時代なんですよ。ジブリ公式っていう人たちがいる時代では鈴木敏夫の命を受けて、何かジブリにとってよろしくない、イメージ上よろしくないことは徹底的に伏せるというですね、これをですね押井守はプラウダーというふうに言ってるんですけど、旧ソ連のですねなんだろうな、唯一ある機関紙ですね、ソビエトにとって都合のいい情報しか出さない、こういうような情報の出し方をプラウダーというふうに言ったんですけども、その鈴木敏夫のプラウダがまだ、機能していない時代にですね、さっき話したコミックボックスの編集長たちがですね、なんだろうな、足しげくジブリに通ってですね宮崎駿からいろいろ言葉を取ったと。で結局高畑さんはその女の子が田舎に帰って農業をやるような話になっちゃったっていうふうに宮崎駿口を滑らせたのが残ってるんですけども、そこにですね今更感を感じたんですね。で
紅の豚を作ったのは同じ世代の元全教徒の当主たち、つまりジブリの公式の資料でどういうふうになっているのかというと、紅の豚は何のために作ったのかというと、日本のサラリーマンのために作ったと。で仕事に疲れたおじさんたちがまあ中年の男って言ってもまあ確かにねかっこ悪いけど、そのかっこ悪い中にかっこよさがあるんだぞっていうのがジブリ公式の資料になってるんですよね、宮崎駿発言。でも実際の宮崎駿発言の元ネタっていうのはどういうふうになってるのかっていうと、今の日本のおじさんじゃないんですよ。元全教頭で俺たちと一緒に戦っていた仲間たちがですね、いまだに反権力でですね、いろんなマスコミとかの現場にいて権力と戦ってくれると。それはフュージョンプロダクトとかですね、コミックボックスというですね、そういう左翼系の出版社から宮崎駿がインタビューを受けた時に、朝日新聞にしても NHK の内部にしてもまだまだ良心的な記者や編集者がいて、そしてそれが権力を監視してくれると。でそれに対して自分は何だと、自分は権力に媚びてアニメを作っていると。つまりもうこの頃から日テレジブリの関係ができてきてですね、その氏家慎一さんというですね、当時の日テレの会長かながですね、もう高畑勲のためだったらお金なんぼでも出す、宮崎駿だったらバックアップするよというふうに言って、日本テレビお抱えみたいな感じでですね、大資本のバックアップですね、権力者のバックアップをですね、アニメ作っていると。これが宮崎駿にしてみれば紅の豚なんですね。心の中にはまだ革命思想があるんだけど、結局は権力の手先になってアニメ作ってる俺っていう、こういうものを表現しようとしてるわけですね。でそんな時にですね、高畑勲が「平成たぬき合戦ポンポコ」を公開したんですけども、試写会でボロボロ泣いたという理由がポンポコの時にも説明したんだけど、これなんですよね。タヌキたちの百鬼夜行のシーンで百鬼夜行が左から右へ流れていく時にジブリキャラも出てくるわけですね。で、キキが、飛んでいてですね、これがですねちゃんとみんなと同じ方向を飛んでるんですけど、ところが紅の豚のポルコとですねトトロだけがですね反対側に向かって右から左に持ってるんですね。でこれ何かというと、まだ魔女の宅急便を作っていた時代のお前宮崎駿はタヌキたちと同じく滅びようとしてるんだけども、それでもかつて自分たちの思想に忠実なものを作ろうとしていた。しかし紅の豚は何だと、単なる自己正当化の反動じゃねえかと。でトトロは何だと、単に昔の方がいい、なんだろうな、ファンタジーの世界に戻れっていう、やっぱこれも反動じゃねえかというような批判なんですね。でこれをですね映画の中の作画で見せつけられた宮崎駿はですね、確かにそうだった。それに比べて高畑さんは革命に失敗して結局は殺されていくタヌキというのを見せることで本音を出してる。そしてその中で人間社会の中でしたたかに生きるタヌキを見せることで、自分が口だけで言っている、いやかつての思想家たちは今のマスコミの中に、隠れてちゃんと暮らしてんだよっていうのを口では言ってるけど作品では作ってなかったです。でもこれを高田さんはちゃんと作品にしたと。その作品が面白いかは別なんですけども、思想的には筋が通ってると思ってもう本当に泣いちゃったわけですよね。だからでそこでさらにこれですよね。ポンポコ公開とほとんど同時にナウシカが終わっちゃったわけなんですよ。もう本当に空っぽになったわけですね、ナウシカって。いわゆるエヴァンゲリオン終了後の庵野秀明状態になったわけですね。で弟子たちに今度こそ魔女宅で後に任せると言ったんだけど、今度こそ本当に後を任せると言って耳を澄ませばになるわけですね。でですね、オープニングでまたこれ歌の話戻ります。カントリーロードのでですね、よいしょかな。この「耳をすませば」のオープニングでカントリーロードからオリーブ・エンジュト・ジョンのカントリーロードから入るのは、忘れたけど帰るべきだ、自分の根本はそこにあるというですね、思い出ポロポロのテーマなんですね。思い出ポロポロのテーマである本当の自分にもう一度会いに行こうっていう、その妙子っていう東京の OL がですね田舎に行って農業
始めてみようかなと思うっていうのは、ここでオープニングの歌で歌われるんですね。オリビア・ニュートン・ジョンの歌で歌われる。ところがこのエンディングで歌われるのがですね、宮崎駿の、協力して作詞したですね「帰りたい帰れない」とかですね「行かないさ行けない」カントリーロードですね。これ漫画版ナウシカのラストなんですよ。漫画版のナウシカっていうのは、アニメ版のナウシカは人はいずれ正常な土地に戻るって話なんですね。つまり不快というのはオウムというのは何かというと、人間を毒にまみれさせるような殺すような胞子を出していて毒の世界にしてる。そうじゃないんだと。あの奥には正常な世界があって、そしてそこでもう一回人間は全ての生物はあそこへ帰っていくんだという希望の話が映画版のアニメのナウシカのテーマだったんですよ。ところが漫画版のナウシカのテーマには、その綺麗な世界にはもうナウシカたちは住めないと。なんでかというと、ナウシカたちもオウムと同じように遺伝子的に改造された人間たちだから。だから彼らはですね、今生きているっていうのは毒の世界で生きられている生物であって、全てそれも毒の世界を元のきれいな世界にするための仕組みの一部にしか過ぎないんですね。そしてきれいな世界が来たら、そういう毒に汚れたオウムもナウシカたち、その時代の人間も全部滅びてしまって、で、墓所にあるですね純粋な遺伝子が保存されてるんですけど、そこからですね元のきれいな人間たちが生まれてきて、現在のないきれいな人間たちが生まれてきて、そしてエデンの園が復活するという話なんです。それをですね漫画版のナウシカはですね全て破壊してしまって、我々は汚い世界であがきながら生きるというふうに宣言するわけですね。つまりこの帰りたい帰れないんですよ。行かないさ行けないっていうのを宣言するっていうのは、その風の谷のナウシカを作って、そして連載を完成させた男だからこそ、映画の頭にはですね原曲のカントリーロードですね、自分たちには帰るべき場所があるんだ。それは何かっていうと、ウェストバージニアの田舎の暮らしだ、山の暮らしだっていう、いわゆるナウシカ的なテーマを語りながら、最後は僕たちはこのコンクリートロードでたくましく生きていくんだっていうですね、そういうふうな話にするわけですね。だから冒頭の英語歌詞は今こそ青春、じゃあなんでここでですね、カントリーロードでもう一回田舎に帰ろう、もう一回の自分に戻ろうって言ってるのかというと、この歌をですね恋愛の歌に切り替えてるんですね。この歌の意味を、つまり田舎に帰ろうというんではなくて、宮崎駿がもともとこのアニメをですね作った理由っていうのは、そのジブリの教科書も書いてるんですけど、少女漫画は果たしてアニメになりうるのか、これがテーマだと言ってるんですよ。つまり宮崎駿によると、少女漫画のアニメなんか存在しないって言ってるんですよ。少女漫画のお話やキャラクターを手塚治虫的な少年漫画の感性で作ってるだけだと。そうじゃないんだ。少女漫画というのは何かっていうと、言い方悪いんだけど嘘ばっかりのきれい事の世界の中にある人間の純粋な思いとか、幼い頃のすごい切ない思いって、それっていうのは少女の中にあるこの世の中を否定してみたり歪んでみたりするようなものの中でしか育めないものなんだっていうのが駿さんの主張なわけですね。そこでカントリーロードなわけですよ。つまりカントリーロードでこの耳をすませばの中でやってるのは、田舎に帰ろう自然に帰ろうじゃないんですね。自分の心の幼い頃に帰ろうなんですよ。で自分の心の幼い頃に帰って、自分の中の切ない気持ちっていうのをもう一回掘り起こすと。でその映画のラストではその気持ちにはもう二度と戻れないんだと。もうあの頃みたいに、子供の頃みたいに純粋に憧れたりですね、恋をしたりという気持ちには戻れないんだけども、現在の私たちはそこで生きているって話なんですね。だからラストでですね「雫結婚しよう」って言ってなんか変になっちゃう主人公たちを僕らは笑って見てていいんですね。笑って見ててよいし、照れくさく見てていいし、でもこれいいよなっていうのが正しい見方なんです。そういうふうになるように、映画の中でゆっくり作ってるわけですね。一番最初は現代に生きる人間として、そんな普通のラブコンみたいなこと、そんな中学生の恋愛みたいなことっていうふうに思ってる人間が、徐々にこの耳をすばせの中で洗脳されていって、あれが恥ずかしいけどこれがいいんだよなって
つまりカントリーロードですね。なんかもうその自分がそういうふうな時代に帰れない、帰りたくもないからこそ、アニメの中でもう一回そういう心を取り戻して一瞬でもいいなって思ってもらおうという話なんですけども。だからミニモン・スバセバのカントリーロードっていうのはそのコンクリートロードの中でたくましく生きていく主人公雫たちへの応援歌であり、同時にですね、これがポンポコへの反論になってるわけですね。ちゃんとちゃんとたぬき合戦ポンポコへのですね、何でしょうね、じゃあこの世の中でたくましく生きていく、それでいいのかと。そうじゃなくて、自分たちはこんな思いを持って生きているところにポイントがあるんじゃないのか。紅の豚で俺の心の中はまだ赤い革命思想を持っているっていうのと同じように、カントリーロードの中でまだその子供の頃に感じた世界への憧れとか反感みたいなものを持っていながら生きていくところにポイントがあるんじゃないのかですね。社会に対するなんかなんでしょうね、アンチテーゼを歌う高畑勲と自分の心の中にあるものへのアンチテーゼと賛成とを歌うなんか宮崎駿のちょっと対立が見えて面白いですよね。というわけでですね、お疲れ様でした。今日のですね、無料はここまでです。耳を澄ませばでですね、ちょっと歌だけに注目してですね解説してみました。やっぱり40分ぐらいかかったね。大変だ大変だ。最初にも言いました通りですね、来週の8月14日ですね、生配信のゼミはお休みです。次回のゼミはですね、8月21日ですね、サイコパスの人生相談です。相談ある人とかですね、感想とかはですね、岡田敏夫のお便りフォームですね、今上の方にリンク出てます。リンク出てない人は概要欄ですね、 YouTube だったら概要欄だし、ニコニコでもですね似たようなものがありますから、そっちの方を見てください。よろしくお願いします。ここからはですね限定放送になりましてですね、今日はですねガンダム講座のですね第35回ソロモン攻略戦のですね第4回と5回ですね、今日で終わりますからですね、ちゃんと最後までやりきります。それでは限定に切り替えてください。さてさて行きましょうか。